ちょっとね、今、アイシングクッキーを作っててね、こんな感じでいつも動画を撮ってるの。動画をこんな感じで確認してたの。ちゃんと撮れてるかなって、あ、綺麗に撮れてるなって。で、こう、再生したら、なんと、音が入ってませんでした。またかよって感じなんだけど、これ何回かやってるんだよね、私。なんでこれをやらかすかっていうと、カメラのね、ここが撮影ボタンで、ここがモード切り替えボタンなんだけど、このモードでなんかスロー&クイックモードみたいなものがあるの。で、いつもね、ついつい触ってスロー&クイックモードに切り替わっちゃってるんだけど、これがいつものね、でここに音マークが出てるんだけど、これで音入ってるの。で、これスロー&クイックモード、音がね、自動でオフなの、デフォルトで。で、しかもね、画面のサイズとかね、変わんないし、画質も変わんないし、ほぼ変わんないから、気づかないの。そこまでさ、見ないから、カメラを。これが通常。で、これスロー&クイック。本当に変わらなくないマジで。まあ、全然いいんだけどさ、別に。ということで、今日はマリオパーティーになります。スーパーマリオ。ということで、レッツゴー。ということで最初の数分だけダイジェスト版でお送りさせていただきます。今回はサムネとかにもある通り特別編第3弾ということでスーパーマリオのスイーツをねいくつか作っていきます。この前インスタでどんなスイーツを作るかちょっと募集したんだけど、その時に多かったキャラクターを中心に今回は作っていきます。まずこれはアイシングクッキーを作ってます。複雑なデザインのキャラクターってやっぱりアイシングクッキーが一番作りやすいよね。クッキー生地を冷やしてる間にケーキのスポンジ生地を作っていきます。最近マカロンもすっごいハマってて好きなんだけど、食べるのも好きなのもやっぱり一番好きなのは昔から変わらずホールケーキなんだよね。次から次に作りたいデザインが思い浮かぶの。今回は抹茶味のケーキを作ります。デザインはというとちょっとまだ悩み中なんだけど、マリオのゲームステージ、マリオブラザーズとかそこら辺の、そんなのをイメージしたケーキを作ろうかなって思ってます。ちなみに今回は珍しく軽く下書きをしました。デザイン考えてる時に作れるか作れないかはねあんまり考えてないんだよね。実はこんなの作りたいなって思ったのをねとりあえず書いてます。ってな感じで今回も美味しくできますように。スポンジを焼いてる間にクッキーの型抜きをしていきます。今回はヨッシーのクッキーを作りたいんだけど、ヨッシーの型を持ってないから持ってる型をいろいろ組み合わせてねそれっぽく作ってみました。なんか思ってたよりいい感じにできた気がします。余ってた生地でスターとかちょっといろいろ作ってみました。本当はヨッシーだけを作るつもりだったのはここだけの話。ケーキが焼けました。ちょっとだけ焼きすぎちゃったかもしれない。でもいつもと焼き時間同じなんだよね。なんでだろう。焼く前の生地はめちゃくちゃ良かったのに。難しいね。生地を裏返しにしておいてたらそこが張り付いちゃってなんか剥げてるみたいになっちゃったんだけど、ナッペしちゃうから全然いいんだけど、ちょっと気をつけよう。これはラップをして冷ましておきます。クッキーを2回に分けて焼いたんだけど、第1弾の方がねちょっと焼きすぎちゃったんだよね。ちょっとだけオーブンの中に入れっぱなしにしちゃって余熱でこんなになっちゃった。一旦冷ましておいて次はマカロンを作っていきます。キャラものはねやっぱりマカロンが作りがいあるからね今回も作っちゃいます。何よりやっぱ食べてくれる側もマカロン好きな子が多いからね。そして何のデザインにするかと言いますと、めちゃくちゃリクエストをいただいたキノピオキノピコペアを作っていきます。キノピオキノピコってめちゃくちゃ言いづらくてさ、3回くらいアフレコし直しました。頭は丸い形だけど正直結構絞りにくそうだなって思って不安しかないんだよね。マカロナージュをする前に生地を3つに分けて必要な色に着色していきます。私は結構めんどくさいからねマカロナージュをしながら色をつけてしまってます。あんまりおすすめはしないかも。それではキノピコから絞っていくんだけど、まずは肌色で顔を描いて、その上から髪の毛これ髪の毛なのかな。とりあえずねピンクの頭を絞っていきます。意外と形になっててよかった。この調子でキノピオの方もね絞っていっちゃいます。ここ最近で作ったマカロンの中でも結構上位で絞りづらいかもしれない。あんなに見た目はシンプルなのにね。
とりあえずキノピオは無事に絞り終わりました。なんかうちわみたい。ピンクの生地がねちょっと余ってたから保険用に普通の形のマカロンも作っちゃいました。ということでこっちの方も全部絞り終わりました。結構体力持ってかれたね。それにしても形が不揃いすぎて、まあでもこれでも頑張った方かな。無事に焼けることを祈りましょう。それではやっと来ました。アイシングのお時間です。今回は使うカラーが多いからアイシングクリームを準備するだけでもすごい時間かかりました。しかもマリオとかって色がすごい濃いからさ、作るの難しかった。赤とか黒って自分で作ると綺麗な色が出づらいじゃん。だからもうすでに色がついてるアイシングパウダーっていうのを買って使ってます。特に黒はよく使うしね。それじゃあやっていきますか。ちゃんと下書きしたよ。実はアイシングはミルクレープと同じくらい苦手なんだよね。緑のヨッシーの他にも黄色とピンクのヨッシーを作っちゃいました。想像以上に可愛くて、待ってめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだけどとかつって独り言を言いながら作ってた記憶があります。ヨッシーの顔の他に3色の卵とスターもね一緒にアイシングをしました。だいたい2時間くらいぶっ通しでやって無事に全部のアイシングが終わりました。待って、音が入ってないことに今気づいたんだけどまた違うモードで撮ってた。ねえ見て、こんなさ可愛いヨッシー作ってめっちゃ喜んでたんだけど、動画を確認したら音が入ってませんでした。本当にショックなんだけどな。またやったんだけど私。とりあえずこんな感じでね、ヨッシーのスイーツができました。次は焼きドーナツを作っていくんだけど、あの後カメラの設定をちょっといじっちゃって1時間くらい作業が止まっちゃった。こんなはずでは。じゃーん、今日は明治。最近チョコ高くない？これ1個200円くらいすんの。もう前まで100円くらいだったのに、最近どんどん物価上がるからさ、お菓子作りもめちゃくちゃさお金かかるよね、本当に。なんかさ、間違えて設定書聞かしちゃったんだけど、すごい画質良くない？そんなことないかな。まあ、いっか。ちなみにね、マカロン焼けてます。こんな感じです。本当に気を取り直して作っていきます。まず砂糖と、あとちょっとね、やっぱドーナツ作るときは蜂蜜があるといいと思うので、よいしょ。混ぜる。牛乳を入れて、チョコがなんかちょっと固形になってるけど、とりあえずお菓子作りに集中だ。なんかさ、お菓子作りながら動画を撮ってんだけど、基本的にずっとお菓子に集中してるからさ、あんまりカメラのことを思ってらんないんだよね。できた。よし、そしたらこのドーナツ型にこの作った生地を絞っていきます。ちょっと入れすぎ。そしたらこれはオーブンで焼いていきます。なんかちょっと生地入れすぎちゃったかな。怖いな。じゃーん。マカロンが焼けてました。なんかさ、今回やっぱボコボコしてんね。絞り方がね、結構均一じゃないからっていうのもあると思うんだけど。こんな感じでピエはね、でも綺麗に出てると思います。表面がちょっとボコボコしてしまってる。あ、ドーナツ。よいしょ。こんな感じです。裏面。まあ、いつも通りかなと思います。形が今回難しかったね。ということで、全部剥がしていきます。普通の形の方はね、あんまりボコボコしてないんだよね。こんな感じで。なんかやっぱ形というか絞り方がボコボコの原因な気がします。表面。よいしょ。ちょっと割れないように取らないと。なんか三つ編みのところが割れちゃいそう。
じゃーん。マカロンを剥がしてる間に焼きドーナツが焼けてました。とりあえず出してみるか。ふっ。出ないんだけど。なんで？出ないんだけど。熱々。出てお願い。あ、出たー。なんかすごい分厚いな。すごい分厚いドーナツができました。生地入れすぎちゃったね。はっ。危ない。じゃー、こんな感じでドーナツが全部取れました。やった。よかった。何事もなくてよかった。裏面はこんな感じで、表がこんな感じです。はい。可愛いですね。ちょっとね、生地さっき入れすぎちゃったかなって思うので、2回目はちょっと少なめに入れようかな。だいぶ少なめにやります。じゃあ、これはちょっと焼いていきます。ドーナツラップしようと思ったんだけど、ラップが、これさ、めっちゃあるあるだよね。マジでさ、もうどうなってんのかよくわかんないんだけど、本当に最悪なんだけど。今日こんなんばっかり。マジでいつもの倍くらい時間かかってる気がする、無駄に。なんかいろいろトラブルが起きて。こんな楽しくお菓子作りしてんのにさ、やめてくれ。はい、できましたと。ちょっと一旦焼き上がるまでね。そしたらケーキの抹茶クリームを作っていきます。さっき作っておいた抹茶のクリームをこんな感じで入れて混ぜていきます。はい、こんな感じです。クリームを作ったところでドーナツが焼けました。今回めっちゃぴったり。さっきちょっと多すぎたね、本当に。取り出せない。なんで？めっちゃちゃんと油塗ったのに。1回目に比べてめちゃくちゃしっかり油を塗ったから、なんで取り出せないのかわかんないんだけど、この方が悪いのかな。うわ、取れた。ボロボロ。とりあえず全部出た。粗熱が取れたらこれもラップをします。なのでそれまでちょっと置いておきます。じゃーん。ドーナツ。やばい、ケーキ何にも進めてない。スポンジしか作ってないよ。アイシングが重すぎるんだよな。なんかいつも通りやってるはずなのにさ、高さが全然ない気がする。よいしょ。ふわふわっていうよりはなんかずっしりしてる気がするんだよね、今日。なんかやっぱ焼きすぎちゃったのかな。なんだ今日はどうしたんだ。とりあえずケーキが全然進んでないから、生地を切り終わったらね、すぐにナッペをしていきたいと思います。よいしょ。やっとナッペだよ。今日は抹茶。よいしょ。よいしょ。もうちょっと抹茶のクリームを間に挟んだ方がいい気がする。結構クリームを多めにして。よいしょ。まずはこうやってちょっと固めのクリームで1段階目をナッペをします。こっからちょっと青いクリームで表面をナッペしていきます。今回もケーキめちゃくちゃ悩んだんだよね。デザインピーチのお城をイメージしたケーキとか、マリオの似顔絵を描いた 2D ケーキとか、あとはクリボーの 3D ケーキとかね。ただ他のスイーツとの色合いを考えたり、あとは単純にね、一番作ってみたいっていうのがあって、マリオのステージをイメージしたケーキを作ることにしました。いい感じかな。じゃーん。できた。あ、きれいいけるそう。よいしょー。何この綺麗さ。やばい。めっ
今日ダメな日だと思ってたけど、ラッペは上振れということで、ちょっとだけテンションがね戻りました。ということでこれは冷やしてきます。さてさてさて、どっちが前だ。頭の模様はアイシングクッキーを作った時に余ったクリームでね描きました。ここからも長い戦いですね。顔はいつも通りフードペンで描きました。こんな感じでキノピコもどきができました。ちょっとこっちやってみよう。こっち。次はキノピオなんだけど、こっちもキノピコとほぼ同じようにねアイシングをしていきます。どうこれ。こんなんだっけ。なんか後から見ると可愛くできてるなって思うんだけど、作ってる時ってなんかいまいちかなって思っちゃうんだよね。なんか無意識に理想が高いのかな。こんな感じでキノピオの方もできました。アイシングが終わったので、ケーキのデコレーションに使うフォンダンをね今から作っていきます。ちなみにアイシング1時間くらいかかりました。ここからも重い作業が続くんだけど、今日はちょっとね細かくて重い作業が多いかもしれない。その方が完成した時の喜びがものすごいからね、頑張っていきましょう。よし、そしたら着色していきます。今回は過去最大の7色フォンダンをね準備します。なんか飴みたいね。ベタベタしてきたらすかさず粉糖。フォンダンはすぐベタベタしちゃうから、こまめに粉糖をつけながら作業するのがねおすすめです。次。色を7色全部つけ終わったので、ケーキのトッピングに使うパーツを今から作っていきたいと思います。なんかあんまり詳しいところまではデザインをイメージできてないんだけど、とりあえずマリオのステージでよく見るパックンフラワーとか茶色のブロックとハテナブロックとか、そういうのをね作っていこうかなって思います。これはまずステージ移動によく使う土管ね。次は茶色のね普通のブロックを作っていくんだけど、これがどうやって作るかすごい考えて、黒い四角の上にこの茶色のフォンダンをブロックの模様状に細かくねカットして一つずつ丁寧にね乗っけていきます。ちょっとね時間が押してて、ここら辺からすごい急いでお菓子作ってるから画面外だったり全然ピント合ってなかったりするんだけど許してください。とりあえずこんなのを10個くらい作りました。手が粉だらけだよ。これはパックンフラワーの部分をね作ってます。接着部分は水で軽く濡らすとねしっかりくっついてくれます。ちょっとずつつけていきます。ごめんね、汚くて。ちょっと本当にこのフォンダンをやるには本当にしょうがないことなんだよ。この緑のやつはちょっと地面、ステージの地面をイメージしてます。ここにもうパックンをね置いちゃいます。ちょっとでかかったかな。作ったパーツをどんどんケーキに貼り付けていきます。この作業がすごい楽しい。パーツを貼り付けたらクリームで雲の模様を描いて、右下の余ったスペースにスーパーマリオっていう文字をね書きました。最後に忘れちゃいけないやつね。これ作るのめっちゃ大変だった。ね、見て、めっちゃ可愛くできました。なんか下書きが嘘みたい。過去最高にね手の込んだケーキかなと思います。ケーキの保存方法ね、よく聞かれるんだけど、これね、なんかいろいろあって、そのケーキによって私はね、保存の方法を変えてるんだけど、これはクリーム系も飛び出てないし、なんかでも、こういうとことか触れたくないじゃん。だから、このボールをこんな感じで被せます。これがね、ぴったりなの。これで OK。これ大丈夫なのって思うじゃん。これこうやってね、やるとね、もうついてないの。ほら見て。ついてないの。これで保存をします。ただね、気をつけてね。こうやって、ちょっとでもこっちとか行っちゃうとね、ついちゃうからね。こうやってやります。それではこの調子でドーナツの方も仕上げていきます。よし、コーティングチョコをね準備してきました。まず抹茶から。ちょっと
多すぎたかな。よいしょ。ここにさっきの星を乗っけていきます。作ったやつね。よいしょ。はい。OK。次はレモンね。よいしょ。こんな感じです。やっぱココアだからなんか透けちゃうよね。ココアの色が濃いから。これはこの間富澤商店で買ったんだけど、レモンのパータクラッセです。よいしょ。さっきマリオのケーキで文字を書いた時に使ったチョコレートが余ってたのでね、トッピングに使いました。よいしょ。でこうやって富士の卵を置いていきます。よいしょ。ラストはいちごです。なんか固形物がちょっとヨッシーのクッキーがデカめだからドーナツの上に置くと違和感が生じるよね、絶対に。どうしようかな。マカロン置いちゃう？こうやってほい、できました。いっか。ちょっとね、キノピオのマカロンを一部使っちゃったんだけど、残ったマカロンにクリームを挟んで仕上げをしていきます。これは保険で作った普通の形のマカロンね。じゃあやっぱり綺麗だね。よいしょ。形が複雑なのってやっぱ難しいよね。最後はキノピコなんだけど、ちょっと時間がね本当に押してたから三つ編みの部分はクリームを絞らなかったです。すいません。こんな感じで全部クリームが絞り終わりました。OK。じゃーん、こんな感じでね全部のスイーツができました。とりあえず完成まで持ってけたのはね、私にしては本当によく頑張ったかなって思います。これがマカロンでね、結構なんかテカってんだよね。なんでかわかんないけどすごい綺麗じゃない？マカロンこんな感じなんだけど、なんかすごいテカリ気味です。ほい。そしてヨッシーちゃん、ちょっとニコってしてる方がいいね。じゃーん、ヨッシーちゃんです。かわいい。これはまあよくできたかな。でケーキね、ケーキこちらですね。やばくない？これ以上ないくらいにね満足したケーキが作れたんじゃないかなと思います。ドーナツの方は当初の予定とはちょっと違うんだけど、まあ、結果オーライかなって感じですね。ということでこんな感じでもうね友達が来る時間になるので、マジで超ギリギリです。本当にマリオどうだったでしょうか。ちょっとサンリオよりはねクオリティは下がっちゃったかなと思うんですけど、こんな感じで完成です。色がね濃い色が多いからすごく難しかったです。ということで、私は化粧をしてちょっと準備をしたいと思います。じゃあねー。今日はね会社のお友達とみんなでボードゲームをしながらマリオのスイーツを食べました。最近すっごいボードゲームにハマってるんだよね。これもね切るのがすっごい心苦しかったんだけど、みんなで最後まで美味しくいただきました。次は何のスイーツを作ろうかなということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。